どうも、ヘンリーチャンネルの時間です。今日はちょっと、練習、試合前の練習、ちょっと一日でっちゃってで、行きます。で、暇な方はどうぞ来てください。お願いします。ちなみに今日はここではどんなメニューですかね。これはキックボクシングの、打撃のドリルですね。ドリルはい、反復練習。で、あとちょっと浮き上げ、スタミナを鍛える練習やって、はい。で、その後締めにランニングをしようかなっていう感じです。はい。お願いします。じゃあ今日よろしくお願いします。お疲れ様です。今ラウンドでこうメニュー変えてたじゃないですか。はい、あれはなんかこう目的があってこれ何か想定してとか。最初の方のラウンドは基本の体の使い方の練習っていうか、いい感じなんで。お疲れ様でした。これでもうあれですか、朝練は。いや違うんです、ここから。今のは犬飼さんとパートナーとの練習って、でこれから個人練習で。はい。でも12時から練習なんで、はい。それまでに9時半分ぐらいまでにご飯を食べないと。なるほど。1時間ぐらい。はい。さっきのミドルキック、あれハードそうっすね。あれはきついですけど、でも昔は30分ぐらいやってたんで、キックの後ちょっと総合やってから浮き上げがなくなったんで、はい。あれを浮き上げっていうんですか。浮き上げです。心拍すると、はい。この首をこう難なく蹴るっていうか、はい。ストレスなく蹴るっていうのができるようになりができると。はい。体重とかあれ30回でできる。それに比べたらもう全然お子様レベルですよ。練習には。いや、あれはびっくりしたな。もっと追い込んでいかないとなって感じ。そうなんですね。ただ、ここ使えるのは火、水、木だけなんで、はい。日本だとなかなか私のミット持ってくる人も少ないし。なるほど。そこはちょっとネックですね。これから個人練ということですけど、またあれですか、行き上げ中心ですか。これは軽く走る。ここ走るんですか。外ランニングして、その後シャドーボクシングやって、バック、ハンドバック使って感じで切るみたいです。じゃあシャドウとサンドバッグはここで、走るのは外。そうです。なるほど。いきます。
はい、お疲れ様でした。もうじゃあこれで午前練終わりっていうことですね。午前練、まあそうですね。はい。あと12時です。はい。振り返ってほしいんですけど、午前の練習の方。振り返ってほしいです。ざっくりしていいでしょうね。ざっくり。まず、シャドウから始めて、体の機能をオンにさせる動作から始めて、バランス、片足立ちのバランス、膝でこう、一つついて、やった後に、その動きを今度、足先までつなげる、前で練習やって、今回は時間の関係でギャルの連打だけやりました。で、そこからは一緒にやってくださる方と、ドリル練習、技の、反復練習をやって、で、その後は心肺機能を高める。蹴り込みですね。引き上げやって、4ラウンドぐらいやって、で、ランニングやって、で、シャドウ10分くらいやって終わりです。本来は10分2セットとかやったり、あとは、バック打ちとか、サンドバック打ったりするんですけど、さっきはちょっともう時間がない。なるほど。走るときって、意識って何考えてるの？なるべくパンチに近い動作で走るようにしてます。左膝が出るのと同時に右の肩が出る。で右の膝が出るのと同時に左の肩が出るみたいな感じで走る。そういう意識では走ってます。はい、ありがとうございます。今からシャワー浴びて、飯食って、移動する。わかりました。ありがとうございます。一応あれですけど、階段で行くかと勝手に思ってました。いや、階段体力使えてない。エレベーターあったらエレベーター使えてます。練習後にこのサンドイッチを食べるんですか？一番体重に影響のないやつをチョイスして、ハムとレタスとマーガリン入ってるのかな。これ本当はいらないんですけど、マーガリンいらないんで。マーガリンね。マーガリンは油だからってことです。そうですね。まあでもこのぐらいならでいいんで。3キロ走れば落ちるカロリーですね。270キロカロリーが。逆にこれ食ったら3キロ走んなきゃいけない。まあ3キロなんて余裕ですかね。軽くちょっと走るぐらいでしょ。気分転換もいい。逆に運動したくないからって食事制限すすりちゃう方が良くない。たくさん食べて、たくさん運動するのが一番いいんだよ。なるほどな。それ何なんですか？何を食べるんですか？企業秘密ですね。企業秘密。なんか練習の振り返りとか。それは夜にやる。でも練習の振り返りは夜やるんだ。何をやったとか、何を感じたとか、何を学んだとか。明日何すべきか。じゃあそれ毎日書いてるんですか？毎日です。朝と夜。朝と夜。どういうことなんですか、それは。自分の心の中の話です。だからあんまり本当は人に見せないものです。気持ちを整理してるか。近いですね。どのぐらい書くものなんですか？本来であれば3ページぐらい書かなきゃいけないんですけど、私そんなに時間ないんで、だいたい1ページの半分ぐらいですね。すごい。3ページ書かなきゃいけないっていうのは、ヘンリーさんのルール？いや、違うです。モーニングページっていうんですけど、頭の中でいろんな思考がこう巡ってる中で、何もしてないと意識のスピードで物事をこう認識しようとしちゃうっていうか、これやんなきゃいけない、これやんなきゃいけない、これが来る、あれがあるな、分かんないな。
首のお姉さんなんか可愛い足元いきなりこうそんぐらいもうすごい速い意識の流れって速いんですけど、書く動作って遅いんですよ、意識にある意味。だからどんどんその思考をゆっくりにさせていって、で書き出すことによって思考をこうパンクさせて、疲れた、もうあんま考えたくないっていうモードにさせてあげる。そうすると一番必要なものをゆったりと考えられるので、一つのことにこうすごい集中力が発揮できるようになる実感がありますね。よくそんなつらつら書けるますね。慣れっすね。慣れな。何も浮かんでこないと何も書かない。何も浮かんでこないと書けばいい。何も浮かんでこないってことを書くってこと。人に見せないから、汚く書いていいし、もう本当に何書いてもいいってことだね。理性の働きをゆっくりさせて、右脳の働きをもっと出してあげる。瞬間瞬間のひらめきを。逆に左脳的な部分をもうここに全部出し切ることによって右脳を活性化させられる感じかな。なんかマインドマップ的な感じですね。終わりです。これからじゃあ練習に向かって12時スタートして2時半ぐらいまでですね。2時半ぐらいまでやって、でその後軽く軽食とってで4時半からまた練習ですね。そうするとはい、新宿に移動して、2部練習目に、移りました。で今ボクシング12時から1時間ぐらいやって終わって、でこの後 MMA のスパーリングですねを1時半過ぎぐらいからみんなの動きを見て、私も入っていくんですけど、そういう流れですね。そこから1時間ぐらいやるのかなっていう感じです。ここからスパーリング中心ってこと？はい、スパーリングですね。さっきの、マスターみたいな人いたじゃないですか。あれはどういう方なんですか？もう私のボクシングのトレーナーの方で、最先端の技術とかを割とあとは MMA にアジャストしていろいろ柔軟に考えて、私の意見をも聞きながらいろいろやってくれるような、そういう感じですね。そういう方で、もうボクシングの練習に関してはもう彼にすごいお世話になってる感じですね。お世話になるタイミングって決まってるんですか？いやもうずっとですね、毎週水曜日はもう毎週ミット持ってもらってて、でお互いに1週間やってきた確認というかをさせていただいてるっていう感じです。それもやってもう3年ぐらいになりますかね。やり始めた頃はね、もう全然なんだろうな、ただ打撃ができるファイターっていうだけだったんですけどね、それがどんどん成長していってね、今に至るので、体格だけならまだいいんですけど、早いんですよね。なかなか組むまでが大変っていう、もう長いので、やっぱ簡単にいかないです、彼とやってると。今ヘンリーが、こうやって試合を続けていく中で MMA ファイターとして本当にどんどん成長していってる段階で、また一つなんかの段階を超えてきてる
段階かなと思います。どんどん成長していって、本人の意識も高いですし、キックボクシングをねとかまた剣道のねバックボーンがあって、それの手足の長さを生かしたストライキングをね軸にこの MMA をなんかヘンリーのね独自の独特のスタイルをね作り上げていて、僕やねこの弦の練習仲間も本当になかなかヘンリーとスパーリングをするのはね本当、苦労するというか190オーバーでねこの手足が長くてねまたイケメンでね腹立ちますけど腹立つけどイケメンでね本当に。じゃあもう本当に2月16日はいぜひよろしくお願いします。はい本当にありがとうございます。はいこちらこそです。ありがとうございました。今日はもともと UFC で活躍してたキム・ドンヒョンさんがいらしてるんで、胸を借りる気持ちでやらせてもらって、でここは日本の、重量級の選手が多く集まる練習場で、日本でやるならやっぱここがすごい練習相手にも恵まれていい環境かなっていう感じですね。今仕上がりってご自身でどう感じられてるんですか？いや足りないとこばっかっすね。だから不安ではあるけど、でもここあと2週間中ぐらいあるし、MMA のスパーリング自体は今日が週の中では水曜日が初めての MMA てか水曜日と金曜日にしかスパーリングやんないんで、そこで1週間前にやった課題点をどうやって修正できたかっていう答え合わせの日みたいな位置づけなんで、だから多分今日よりかは来週の方が良くなってるし、来週よりかは再来週の方が良くなってるんじゃないかな。それでも不安はやっぱ残りますけど、でも最後はそういうの考えてもいい動きできないんで、それこそもう真っ白な状態にして試合に臨むって感じですね。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。俺多分折れるんじゃないかなと思う。何回も飛ばされてた。そうですよね。意識飛ぶんじゃねえか。いや本当に犬飼さんも大変だなと。